来週どこ行く？クレセリア対ダークライが終わった後にやりたいこと。ジャスパルと申します。2週間続いたクレセリア対ダークライも間もなく終了となりますが、皆様素敵な出会いはできましたでしょうか？ダークライに関する謎を残したまま終わりを迎える今回のイベントを踏まえ、来週以降何を目標にすべきか色々と考えてみたいと思います。次に来るのは一体何のイベントとなるんでしょうか？それでは参ります。ということで、来週以降にやりたいことを過去のイベントから予測していきたいと思います。備えておけそうなイベントはこのあたりになるでしょうか？サラダ 1.5 倍キャンペーン、アクタイプウィークキャンペーン、ダークライのその後イベント、新フィールド追加、こちら解説していきます。まず、昨年の同じような時期のイベントスケジュールなんですが、3月末から4月にかけて来航リサーチイベントが行われて、4月の下旬にサラダ 1.5 倍のフラワーフェスティバルキャンペーンが行われました。そして5月に入り、炎タイプウィークキャンペーンが開催され、5月下旬から6月頭にかけて園庭リサーチイベントとなっていました。その後、6月にカレー 1.5 倍のサマーフェスティバルキャンペーンがあって、7月中旬から1周年記念フェスティバルとなっていくんですが、2周年記念フェスティバルがあるのであればタイミングは同じになるはずなので、おそらく7月は今年も周年イベントとなるでしょう。ってことで、4、5、6月のイベントを考えていくわけなんですが、昨年同様の流れであれば、4月はこの後、イベント後1、2週間後にサラダ 1.5 倍のキャンペーンが行われて、5月にダークライ関連の続報、例えばアクタイプウィークとか、そして園庭イベントくらいのタイミングで今度はダークライと協力するようなイベントが行われたりしても不思議ではないですよね。また6月になるとゴールド急発電所が追加されて8ヶ月となります。ラピスラズリコハンが追加されてからゴールド急発電所が追加されるまでがちょうど8ヶ月くらいなので、その前後で新フィールドが来る可能性もありそうです。ってことで、一旦この順番でイベントが行われると仮定してやりたいことをピックアップしていきます。まず、サラダ 1.5 倍キャンペーン。デザート 1.5 倍のバレンタインが今年もしっかりと行われましたので、どこかしらでサラダ 1.5 倍キャンペーンも来ることでしょう。6月は新フィールド追加キャンペーンが来てもおかしくないなと思っているので、サマーフェスティバルがどこで開催されるのかがちょっと謎なんですが、もしこのタイミングでサラダ 1.5 倍キャンペーンが来るのであれば、今のうちにサラダのレシピレベル上げをしておきたいところです。また昨年はバレンタイン以外でのレシピ追加はありませんでしたが、結果デザートとそれ以外とでレシピの数にかなり差が出てきました。よってサラダにも新レシピ追加となるかもしれませんね。それに備えるというのはかなり難しいんですが、銅のエクレアのように100を超えるレシピが来るのであれば、いいキャンプチケットを使うのも悪くないかと思います。並行してまだマスター20に到達していないフィールドのマスター20報酬を取りに行くなんていうのもありですね。ただ、プレミアムパスに入っていて、毎月1枚だけキャンチケが使えるっていう方は、このクレセリアイベントでもキャンチケを使ったでしょうし、5月には新たなる2週間の伝説イベントが来るかもしれないので、今のうちにどこにどうキャンチケを切るかっていうのは考えておくと良さそうですね。そんなわけで最初にサラダ絡みの育成やっておけると良さそうです。次に、アクタイプウィークキャンペーンとダークライイベントです。ここに関しては完全に予想になってしまうんですが、もしまたタイプウィークが開催されるのであれば、ミニアメブーストは来るはずです。今回のイベントでゲットしたクレセリアは、育成に通常の 1.8 倍の経験値が必要ですし、ダークライに至っては 2.2 倍。しかも飴が全然ないので、ここで育てたいのであれば万能飴も回さないとですね。この子お通し個体である可能性もあるんですけれども。他にも本当にアクタイプイベントが開催されるということなのであれば、バンギラスは経験値 1.5 倍族です。しかもバンギラスまで進化していないとアクタイプのイベントボーナス受けられないはずなので、進化までは育てておきたかったりと、タイミング的にも育てたいポケモンはたくさんいる気がしますね。新フィールドも間近と予想しているので、鍋拡張に夢のかけらを回すのか、育成に夢のかけらを回すのかも事前に決めておけるといいでしょう。ってことで、ミニアメブーストの育成やかけら集めも考えておきたいポイントです。アクタイプ1点予想で行くのであれば、今のうちにニューラを探しに行ったり、ヨーギラスを探しに行ったりするのもいいかもしれませんね。マスカーニャの鍋拡張のスキルレベルが強化されるのもイベントのポイントになるかもしれません。そこまで1点予想するのは怖いという方は、新フィールドに向けて、
虫、毒、ドラゴンタイプのポケモンたちを厳選育成するのがおすすめです。まあこっちはすぐに来るかどうかっていうのが謎なんですが、いつかは来ると思いますので、ある意味最も安全な選択肢と言えるでしょうか。今のうちにミニリュウを探しておいて、雨ブーストで育てるとかも良さそうですね。そんなわけでここまでざっくりまとめです。サラダ 1.5 倍イベントに向けての育成やレシピレベル上げをやっておけるといいでしょう。すぐ来るのだとしたらあと 1,2 週間しか時間がありませんが、まあいつかはね、サラダ 1.5 倍イベントも来るんじゃないかなと思います。マスター20を狙いたいフィールドがある場合は、フィールドボーナスも意識しておけるとなおいいですね。また、ダークライ関連の悪タイプイベントが来るかもしれません。タイプウィークがあるのであればミニ雨ブーストもあることでしょう。育成の予定や雨の準備をしておけるとベターですね。1ヶ月強くらいは猶予あるんじゃないかなと思っているんですけれども、これから悪タイプのポケモンを探す場合、ヨーギラスであればトープ、ニューラならウノハナ、ニャオハだったらラピスやゴールドと結構一点狙いになりそうなので、ご自身の予想だったり手持ちポケモンに合わせてご検討ください。そして新フィールドの追加が6月前後にあるんじゃないかなと予想しています。さすがに虫、毒、ドラゴンのフィールドだろうと思っておりますので、それらのポケモンの厳選、育成を進めておくのが一番固い選択肢になるかもしれませんね。重要度的には伝説イベントにこそ力を入れたくなるかとは思うんですが、そこはイベント終了後のお知らせを待つしかありませんね。ダークライをゲットすると、イベント後のお知らせをお楽しみにと出てくるので、そこで何かしらほのめかされたりだとか、しっかりと次なるイベントの告知が出てくるということを期待しましょう。そんな来週どこ行く？クレセリア対ダークライが終わった後にやりたいこと、パルの予想でした。ぜひ皆さんの意見や感想、予想などもコメントでお聞かせいただけますと幸いです。ポケモンスリープの予想なかなか当たらないので、みんなでいろんな想像をしておきたいですね。後半はパルの来週どこ行くをお話ししたいと思いますが、その前にクレセリア対ダークライのリサーチやっていきたいと思います。クレセリアとダークライどちらもゲットするリサーチとなります。一応ダークライのゲットシーンはイベントのネタバレになりますのでお気をつけください。サブアカの方のリサーチでゲットします。それではリサーチどうぞ。じゃあということで朝レポやっていきたいと思います。626日目のリサーチ、クルセリア対ダークライイベント2週間目の4回目のリサーチやっていきたいと思います。メインアカウントはまだ悪夢を打ち払えていません。本日打ち払うことになるのだろうなと思っておりまして、ぐっすりタイプとなりました。リサーチの下振れが心配です。よろしくお願いいたします。クレセリアのお香を置いておりまして、確か今回ボーナスサブレスーパーサブレで6ゲージ削って次回ボーナスサブレクレセリアサブレで9ゲージ削ってお迎えしようみたいな、そんな話にしてたんじゃなかったっけ？忘れましたやっていきたいと思いますね。ムカバは2億2277万3408で星3ネガを5つだから頑張ってくれたかもしれない。リサーチ下振れしそうっていうね、私の不安な気持ちを汲んでくれたのかもしれないそんな感じです。ラピスラズリコ班におりますので、サーナイトだったりとかね、ムシャーナだったりとかががっつり眠気パワーを使いにね、ちょっとスヤスヤタイプから小ピックアップ、こんにちはしてくれていると非常に助かるリサーチとなるわけなんですけれども、多分ニューネガオとかは特にないと思います。参りましょう。リサーチへということで、ぐっすり、ラピスラズリぐっすりとなっておりまして、お腹の上にはあんまり強くなくて、上に浮かんでいるのは浮かんでいるってことなので、あれです。星2です。星2ですが一生出てこなかったんだけど、ぐっすりタイプのはずなんですけど、エスパータイプしかいない何これ、もう俺もエーフィーみたいな顔に今なってますほぼエーフィーみたいな顔になってます。何これ、良すぎないか。星3ネガオ、まさかの星3ネガオとお腹のもう羽毛を一番使うどころの人たちがもうこんなにゴテゴテでゴチゴチでもうどうすんのといったところで、今日は羽毛パラダイスだね。これがラピスラズリコ班のパワーだよねってことで、周りぐるりと見ていきましょう。残り4体ぐっすりのポケモンは一応あれか、そうなのちゃんはぐっすりだから、あと1体は最低でもいるよという感じとなっております。最終抽選枠っぽい子がきっとどっかにいるんだけど、カメックスの星さんがいつものごとくいるんですか？座りね、クワッスーちゃんが来てくれておりまして、回り回って、さあ今座りねまたクワッスかなと思ったら全然でかかったねこのでかさがいいよね、キテルグマはね。オッケー、キテルグマちゃんもこれでぐっすりのね、規定出現数はクリアしましたので、もう左側に誰がいるかは全く想像がつきません。星3ネガオがもう1個だけいますが、なんだっけ、殻にこもるねじゃないな。ひっくり返りねのカメックスですか？どうなんですか？ひっくり返りねの
カメックスなんですよね。そうなんですよね。しかしながらな、キメポーナンスちゃんだ。まだもう一個あったか、星さんねが、マジで。エスパー大集合だぜ。ということで、ウトウトタイプなし、エスパータイプとぐっすりのポケモンたちといった皆さんとなりました。これは、もううまいぜ。そのリサーチ的にどうだったかっていうのはちょっと全然わかんないんだけど、まあ、カメックスが最終抽選枠で来てそうだ。な感じだから使い切れているのかはたまたといったところではあるんだけど、もうねこのリサーチを超えるぐらいね羽毛を集められるリサーチってなかなかないんじゃないのというぐらいに小ピックアップが機能しすぎていて草と、そんなねリサーチになったのかなと思います。まとめてリサーチしておやつタイム入っていきましょう。すべてのポケモンのリサーチ完了です。さあクレセリアにチャンスついてくれたっていいよな。上側に行ってくれた。さあなんすからのうわさすがにこれだけそうなのね。今までも含めて出まくってくれるのであれば、ちょっとさすがにチャンスもね、1回、2回、3回、4回ついてしまうよなといったところでありまして、おやつタイムをやっていきたいと思います。これはクレセリアにボーナスサブレからいって、スーパーサブレも上げて、本日はフィニッシャー。うわ。おい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 。マジ？おい、マジ？待って、言葉を失った。終えます。これが3体目かな？ 3 体目だと思うメインアカウントってことはだいぶ、いやもうクレセリアサブレを結構持ったままあと3回リサーチできるのよ。私クレセリアをお香があるから多分だから明日明後日しあさってで10ゲージずつ刻めれば、でサブレは多分変えるから10ゲージずつ刻むことができればもう1体いける。4体目までいけるよ。なんてことだ。いやもう124個です。はちゃめちゃですはちゃめちゃ、もうこの辺ここはちゃめちゃじゃない？マジですんごいことになってるよね。オッケー、これでかい。マジでこの寝顔眠気パワーをね使っている上位カメックス以外の上位5体がエスパータイプっていうね、はちゃめちゃなリサーチになりましたけれども、今日はもうそんなところの話じゃないね。はちゃめちゃが押し寄せたリサーチだったのかなと思います。ということでリサーチ XP メルかけるもう見た感じ結構いいリサーチだったっぽいよね。ということでお迎えしたのはクレセリア2体目となっております。見ていきましょう。違う。3体目なんだけど、サブスキルガチャやるのは2体目っていう意味での2体目。よろしくお願いします。レベル27ノンキー EXP 獲得量ダウン。ただし、ノンキーいってみましょう。レベルはそんなに低くないステータスドン。SP1376。睡眠に EXP ボーナススキルレベルアップ S？ 食材なんでしょうか。せーの。ほい。ABC タイプとなりました。いろいろ持ってるお手スピ多分こんなもん。所持数多い。所持 M 持ってるわ。所持 M ありまして、スキルレベルはピャン1。ほう、はい。イエー。サブスキル見ていきたいと思います。せーの。ほっ。食 M。逆立ちをお願いしたい。逆立ちを。お願いしたいね。ねえだね。食 M だったね。これ食材ポケモンならめっちゃ強いんだけどね。めっちゃ強いんだけどだね。クレセリア。でもメインアカウント、サブアカウント合わせてこれで4回目のサブスキルガチャ見れたわけでね。なかなか私は採用圏内のクレセリアちゃんには出会えてないかなというところではあるんですけれどもね、やっぱこのレベル10まではね、金スキル確定してないから、スキル確率アップも探しやすかろうというところでね、ドキドキしながらもう一度遊べるドンかもしれない。そんなね、行幸の超成功となりました。ありがとうすぎる。そしてこの後サブアカにバトンタッチしていくんですけれども、待って、あれだ、博士からなんやかんや言われるわ。ちょっと待って、クレセリアちゃんからもなんやかんや言われるの？これあれだ、なんやかんやあって、キャッシュクリアとかなんやかんやをどうのこうのしたから、初めてクレセリアをゲットしたのかもしれないなってちょっとネロリ博士がすごいすごい気使ってくれた。クレセリアもすごい気使ってくれたし、ネロリ博士もこの後ダークライの悪夢が打ち払われたんだって言いに来てくれるけど、私何の話しようと思ってたんだけど、そう、サブアカウント、今日のリサーチクレセリアゲットできるんですよ。で、ダークライもゲットするので、もう今日すごいわ。
すごいわ。悪夢が打ち払われました、メインアカウント。そしてネロリ博士から電話が来るかなと思います。ちょっと取っていきたいと思います。チリリリ、よろしくお願いします。クレセリアの力で神々の眠気パワーでダークライの悪夢が打ち払われたよ。どうやらダークライは自分の力を抑えることができなくなっていたみたいなんだってことでね、何が原因で力がね、抑えられなくなっちゃってたんでしょうね。ダークライも眠りに来てくれるかもしれないよということで、だったらね、また何回でも暴走していただきたい。その度に沈めるのでね、仲間になってくれるのであれば、何回でも暴走していただいていいんじゃないかなと思います。でね、これでもうフィールドのね、BGM がいい感じになっているんですけれども、それはサブアカの冒頭部分でお聞かせしたいなと思います。サブアカクレセリアとダークライ両方ゲットします。バトンタッチじゃーということで、サブアカウントのリサーチもやっていきたいと思います。いや、いい BGM だね。なんで急にオーロラとかが光り始めたんですか？悪夢を払ったらオーロラが出てくる。まあ、めっちゃ幻想的でね、素敵だから何でもいいんだけど。ねえ、素敵な、力が働いているのだろうな、というところでありますけれどもね、このちょっと BGM のまま、ね、リサーチしたいなという気持ちが本日ばかりはあるんだけど、収録しながらやってるとね、勝手に音止まっちゃうんだよね。この後ブツって止まるんだけど、ねえ、そんなね、素敵なフィールドの BGM が変わるなんていうね、めちゃめちゃ素敵な、ギミックもね、用意されている、はちゃめちゃかっこいいクレセリア対ダークライイベントとなっております。こっちはウトウトタイプ VS ぐっすりタイプといったところだったんだけれども、ぐっすりになりました。ゴールドぐっすりやっていきたいと思います。ゴールドはぐっすりにエスパーのポケモンはいないか。というところでね、見ていきたいんだけど、今日ね、サブアカクレセリアと一緒に寝るの忘れちゃってさ、忘れたっていうか寝たつもりだったんだけど、全然チーム変え、間違えてて日中のチームのまま寝ちゃったんだよね。なので 1.2 倍がかからず、ね、リサーチしてしまいました。まあ、今日であればよしというところかな。まだね、ギリ、今日からね、星3寝顔ラインとかに乗っかるのであれば、ちょっと惜しいことしたなって感じなんだけど、まあ明日から星3寝顔ラインに乗ってくるだろうなというところなので、まあというところを2億872万9500のリサーチやっていきたいと思います。ゴールドぐっすり星2が2つ、星3、2つお腹の上ね、1つとなっております。ちょっともう、なんかしばらくラピスラズリにいたから、ゴールドのリサーチ、これぐらいのランクだとどうなるのか忘れました。見ていきたいと思います。リサーチへ、クレセリアと、待って、ダークライ出てくるはずなの。どうなりますか？よろしくお願いします。まず、ダークライいる。クレセリアはこれ星2か。そらそう、星3出てこないんだから。ちょっとダークライは後でに取っとくか。見たことない寝顔着とるんやけど。嬉しい。ボスゴドラの星2寝顔に大立ち寝です。眠気パワー的にはね、スパータイプ以外のポケモンたちでごってり使ってそうなので、羽毛的にはね、あれかなというところではあるんだけれども、ボスゴドラの仁王立ち寝見られて、これでね、グッドスリープデーのタイミングでは、星3、4とかね、そっちにね、注力してくれたらいいなというところだね。山を丸ごと縄張りにするボスゴドラは縄張りを荒らされないよういつも山の中を見回りしている。稀に見回りに疲れたのか、山から掘り起こした鉄鉱石を食べながら眠る姿も発見されているよ。鉄食べ寝なのかな、ボスゴドラの星さん。ぜひ見たいところでありますが、どうなるでしょうか、グッドスリープデーといったところ。そしてこっくり冬寝。昨日、一昨日がね、確かね、もう星2ライン乗ってたんだけど、ぺったり寝じゃない、突っ伏し寝だったので、これも非常に助かりますといったところ。じゃあ周りぐるりと見ていきましょう。座りね、ピチューちゃんが端っこでちょこんと寝ていてくれまして、なんかもう心がすごい穏やかなんだけど、逆さ冬はコイルちゃんじゃなくて影坊主ちゃんの方、そしてマイムの壁でしっかりエスパータイプバリアードも来てくれていて、腕を組んで寝てるぜ。かっこいい。ダークライも寝てましょけれどもリサーチしたポケモン1から9なんだけど、ちょっと周り見ていこうか。さあ周り見ていって、マイムのベッドね、さらに、マネネちゃん来てくれてる。ゲットしたいね。丸まっていたのはニャローテちゃんということで、以上のポケモンたちかな。もしかして、ダークライ込み9大会 ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。お、ダークライ込みになっちゃうんだね。へー、面白い仕様だね。そういう感じなんだ。クレセリアはお香で呼び出してるから、プラス1体されてるんだけど、ダークライもイベント枠としてもう1体プラスで来るのかなと思ったけども、その8体の中に入っちゃうっていう、そういうあれらしいですね。そこまでは知らなかったぜ。オッケー。じゃあダークライ
仲良くなっていくか。その前にちょっとね、寝顔をしっかりと見させてもらおうか。どんな風に寝てるかいダークライ。でもなんか後ろのさ、ポワポワしてるやつも相まって気持ちよく寝てそうに見えるね、ダークライ。でもなんかムムムっとして腕をグッと組んで、悪タイプっぽいね、かっこいい感じはするんだけど。いや、非常にすやすや寝ていそうな感じがあるね。じゃあお迎えさせていただきましょうか。おはよう、ダークライ。ダークライの星1寝顔、冬腕組みです。浮いとるん浮いとったんやな。羽毛もちゃんとくれるんだね、ダークライ。ありがとうすぎる。サンキュー、ダークライ。さあ、今後新しい寝顔は増えるんでしょうか。ダークライの星1寝顔、冬腕組み寝です。浮いてるんだね。まあ確かに足ね、本当はね、サーナイトぐらい美脚な細い足があるんだけど、基本締まってんのかな、ダークライってね。どうなんでしょうね。人々を眠りに誘い悪夢を見せる能力を持つダークライ。眠っている間もダークホールを放とうとする姿が目撃されているけれど、溢れ出る力を自身でも抑えきれないからなのかもしれないね。ということで、腕をグググってやった瞬間、もしかしてダークホール放とうとしてた。ダークホール放っちゃうのはね、悪気がないでは済まされない可能性は大いにあるわけなんですけれども、もしかしたら今後ダークホール寝とかが追加されたりするのかね。どうだろうね。ダークラインの寝顔一旦コンプリートとなりました。もう幸せ。いいリサーチ。クレセリアもいるしね、ボスゴドラもいるし。オッケー。じゃあまとめてリサーチしておやつタイムやっていきましょうか。もうおやつタイムっていうかマジでゲット後のパートがほんとドキドキだね。さあやっていきましょう。オッケー。いやダークライが来てくれたから羽毛的にはもうバッチリだったんじゃないかなというようなところだね。今日の1枚はさすがにダークライにできるよね。できるはずなのでね、しておきたいなと思います。まとめてリサーチしておやつタイムへ入っていきましょう。すべてのポケモンのリサーチ完了です。今日は特には仲良しの子は使っていないのでチャンスは別にクレセリア側に飛ばなくても大丈夫です。ダークライはまだ眠っているようだ。ポケモンを目覚めさせよう。ダークライ起こす。もういきなり始まるんだ。本当だね。ここフレンドレベルとかが表示されているわけじゃないんだ。目覚めさせたいなと思います。いいのかな、目覚めさせて。大体 RPG で眠っているポケモン、伝説を目覚めさせると戦闘になるんだけど。スタークかな、よろしくお願いします。やっていきましょう。起こしますよ。おはよう、ダークライ。目覚めた？真っ暗。起き上がり。よろしくね。力強い鳴き声も聞かせてくれました。これでもう特に言葉を交わすでもなく、一応言葉交わせんだっけね、ダークライってね。なんか映画とかだと喋ってんだっけ、忘れちゃったんだけど。ねえ、ダークライをお迎えさせていただきました。ありがとう。オッケー、それじゃチャンスついたバリアード先生も横でね、私もゲットできますよって顔してくれているので、お迎えさせていただきましょうね。ちょっとこれ以上ポケサブレ交換すると今月の分のメインスキルの種が交換できなくなってくる可能性があったりなかったり、まだギリ足りるんだけれどもといったところだね。ダークライ、バリアードを挟んでクレセリアという順でね、ステータス見ていきたいなと思います。バリちゃんありがとう。それではお迎えさせてもらいましょう。残り11ゲージとなっておりますので、ハイパーサブレ、クレセリアサブレでお迎えするんでいいかい？やっていこうかなと思います。よろしくね、クレセリア。ここで大成功が出るとクレセリアサブレが温存できるので、これまたさらにもう1体ゲットできる可能性があるんですか？とかボーナスサブレどこに投げようということで超成功からの大成功でお迎えできたぜ。サブアカは3体目、サブアカも3体目のクレセリアとなっております。わーお、マジかよ。どっちのアカウントももしかしたら4体ずつお迎えできる可能性が急浮上していて、嬉しさの極みって感じではあるのだけれども、さあということでボーナスサブレがね、なぜか余ってしまいましたので、ここはマネネちゃん行くべな。ボスゴちゃん行きたい気持ちもあるけれども、マネネちゃん行こうねだね。オッケー、ボーナスサブ上げておきましょう。うわーお、マネネまで来てくれんのもうハッピーリサーチすぎない？
ダークライ、バリアード、クレセリア、マネネ、4体のお迎えとなりました。もう、ほんと感無量だね。幸せリサーチすぎます。というところで、じゃあおやつタイム終了して、みんなと仲良くなっていきましょう。お疲れ様です。うわー、はい、これにて一旦終わり感あるね。もうこのままダークライのね、飴を送りたいなと思います。育てるとなればね、本当にあまりにも飴必要になってくるでありましょうからね。ダークライは見かけたらもうばっこり飴を送っておきたいなと思いますね。ということで、クレセリアのもう127個エスパータイプがめっちゃいたというわけではないんだけど、ダークライがめちゃくちゃ頑張ってくれたよというね、そんな感じでありました。羽毛を吸い込んでたのかな、ダークホールでね。どういうことなんだろうね。ということで、リサーチ EXP 夢のかけらはこんな感じとなっております。ダークライが夢のかけらたくさん持ってきてくれたぜ。もしかしたらこのタイミングで幸運の5億というのも、なしじゃないのかなと思わないでもないけど、クレセリア星3のタイミングで置けるのが一番いいといえば、そうだね。さあ見ていきましょう。ダークライ。ダークライはレベルガチャのみとなるわけなんだけど、下が23、上が27と聞きました。もちろん27がいい。よろしくどうぞ。レベルは27。フレンドレベルマックス達成となっております。今後どうなっていくんでしょうか。ダークライです。レベル以外はもう皆さんご存知のあれですね。木の実が2個得意なものはオールだよと。今この時点ではいける。木の実食材スキルその全ての特徴を併せ持つポケモンです。さあ食材は豆ミート以外は今のところ判明していません。今後も解放されないのかどうか果たしてといったところ、最大処理数も28個ナイトメアを持っておりまして、サブスキルなし性格テレアとなっています。サブスキルがありませんとのことです。4月11日ゴールド級発電所でお迎えしたダークライとなっております。このね感じね、メインスキルレベル6は 13,638 増やすと。でデメリットはもう各レベル一律で元気マイナス12となっております。はい。エナジーチャージ M の同じレベルの3倍のエナジーを稼げるスキルとなっております。それがナイトメアだね。ダークライよろしくね。オッケー。じゃあダークライを入れる隙間ボックスにネジ開けないといけないからボックス開けないとだな。オッケー、そんなダークライちゃんを迎えてきました。レベルも高くて、もしこの子を育てることになるのであれば、一つありがたすぎるといったところです。このね、レベルの上限だけなんとかしてほしい身はすごく感じるよね。ということで、一旦バリアードを挟んでからクレセリア行きたいと思います。レベル20。こちらも気まぐれ無補正のことになっておりまして、ステータスドン SP913、木の実が2つだったりはしない。食材なんでしょうか、せーの。ほい。ABA タイプとなりました。お手スピ多分こんなもん、最大処理数もこれが合ってると思う。モノマネのレベルも上がってないサブスキル、せーの。ほい。夢棒金スキル持ってたんだね。お手伝いボーナス所持得るというところだったんだけど、この夢棒が食 M とかだったら話変わりすぎてそりゃそうって話なんだけど、話変わりすぎてたかなと思います。そんなバリアードちゃんです。バリアードをお迎えしたの2体目となってます。一番最初に追加されたポケモンなんですけどね、2体目であります。当時はピックアップとかも全然なかったもんね。さあ、ということで、クレセリア、サブアカ3体目のお迎えとなりました。見ていきましょう。よろしくお願いします。もちろんこちらもレベルは高ければ高いほどいいし、メインスキル発生確率が上がっていたら嬉しすぎる。レベル29、無邪気はスキルが下がってます無邪気はスキルが下がってますステータスの SP1146 となっております。食材なんでしょうか、せーの。ほい、BB タイプとなりました。お手すぎこんなもん、最大処理数アップ S が嘘 M がついてますね。スキルレベルは1、サブスキル、せーの。ほい、スキル確率アップなどは持っておりません嘘ついてから所持数もりもり食 S スキル確率アップ M といったところなんですけれども、メインスキル発生確率ダウンだねダウンだねーというね、そんなクレセリアちゃんでありました。ありがとうクレセリア。でももう1体、違うわ、サバーが4体ゲットしてるわ、これ。フレンドレベル5です。4体ゲットしてる。もう1体いけるかもしれないの。そんな贅沢なことあっていいのねえ、残りのリサーチでどれだけクレセリアと出会えるかといったところだね。もうお香は次回までしか置かないつもりなので、あと3回出会えたら、もしね、本当に運よく出会えたら、クレセリアサブレ、ね、もっといっぱい使えばよかったのかもしれん。まあ、いっか。それはね、考えてもしょうがないことなので、あとはどれだけクレセリアと出会えるのか、残りのリサーチでというところになりますね。4体もお迎えさせていただきました。本当に素敵なイベントになったなと
思います。そして最後を締めくくってくれるのはエスパータイプマネネちゃん、メスの子、控えめな子となっております。ステータスドン、食材なんでしょう。控えめ食材お手伝い確率アップだ。ちょっとなんかスキルポケモンの頭でいたわ。食材アップになってます。食材なんでしょうか。せーの、ほい。C タイプとなってます。とっても使いやすそうなね、食材パターンとなっております。お手スピは多分控えめで下がってる分だけかな。最大所持数も増えてたりはしませんよ。モノマネのレベルも上がってない。サブスキル、せーの、ほい。食 M。スキルレベルアップ M。食 S。控えめ。大化け物じゃないこれ。大化け物じゃないちょっと。もうエスパータイプウィークとか終わるんだけど、クレセリエメット。終わるのだが相当にて強いと言わざるを得なすぎているよな。はぁ、むず競技。あまりにも競技だね、これね。すっごい競技。ちょっと競技に競技を重ねたいと思いますけれども、ボックスの空きがないしね、ちょっと気合を入れて育てるかどうか早めに決めなくてはならなそうな、そんなマネネちゃんとなっております。ありがとうね、マネネ。いや、ちょっといろいろ考えよう。サバがサーナイトがいなかったりするんだけど、スイ君がいたりするから、お手伝いブースト使ってもらえると強いんだけど、マネネがお手伝いブーストすると、お手伝いブーストエスパーになるから、クレセリアじゃなくてサーナイトとかと一緒に組み合わせているといいなって感じなんだけど、ちょっとそういったところまで含めて精査しないといけないんだけど、エスパータイプ AP がいると言えばいるから、もう頭こんがらがりそうなので、おいおい考えていきたいなと思います。素敵すぎるリサーチになったね。息も切れるね、ダークライ。こんにちは。はい、こんにちは。どうしたん？あ、博士。ね、睡眠研究の第一人者、ネロリ博士、よろしくどうぞ。驚いたことに、どうやらダークライは力を抑えてくれたことに感謝していて頭がいい。非常に。君の仲間になってくれたみたいなんだ。めちゃくちゃいいやつ。もう、各個体のダークライ暴走していいんだよ。ただ、今のダークライは完全には力を発揮できていないようだね。見たらわかるっていうのがすごいよね、ネロリ博士ね。おや？ぴょこーん、パカーン、なんかメインスキルの種が割れましたみたいなやつ。ダークライが何かを落としたようだ。もしかすると力を解放する鍵なのかもしれない。まあもうこの時点でね、力を解放する、今後解放することは確定しているだろうというところだね。まだまだ謎の多いポケモンだからね。ダークライとこのアイテムについて僕の方で研究を進めておくよ。頼れる。ネロリ博士がかつてこんなに頼れたことがあっただろうか。ありがとう。どうやらダークライには謎が残されているようです。イベント後のお知らせをお楽しみにということで、めちゃくちゃ楽しみだね。何このハテナのアイコン、かわいすぎる。といったところで、一旦ね、サブアカはなんかイベント的にはここで終わりというような雰囲気非常にあるわけなんですけれども、まだね、残り3回のリサーチありますので、最後の最後まで楽しんでいきたいし、ゴールドに来てね、ライコーの星3ネガをグッドスリープデーの力で見せてもらえたらなというところもあるし、クレセリアが出てきてくれたらそれはそれで、5体目のお迎えが叶うかもしれないというね、ところでありますので、頑張っていきたいなと思います。さらに光の力が強まった。光の力だったんだ。そりゃオーロラ出るわな。といったところであります。イベント眠気パワーはランク15にはさすがに届かないかな、どうかなといったところだね。最後、まだまだ残りも楽しみにしていきたいなと思います。そんな今週イベント2週目の4回目のリサーチでした。ありがとうみんな。さあ、ということで戻ってまいりまして、クレセリアとダークライゲットしました。いやさ、もうなんか、もうすごい良くないサブレなしで仲間になってくれてさ、さらにここから続くっていうね。で、ちゃんと睡眠の研究をしているネロリ博士が、おそらくね、その知識を活かして指揮を取っているっていうね。こう、ゲームのストーリー的にも綺麗だし、この期間しかできないの悲しくないなんかね、今後工場イベントとかにしてあげてほしいななんて思いますね。でもね、なんか2週間、何もない2週間でいつでもやれるとか、相当難しいもんね、このゲームね。まあ、ソシャゲってそういうもんだよね。もしね、いつかコンシューマー版、なんかその買い切りの、集まれ動物の森だかなんだか、飛び出せ動物の森だっけ忘れちゃった。あれが買い切り版が出たりとかしたじゃん。もしね、そういうのが出るんだったらなんか、このイベントがしっかりストーリーに入っててほしいなと思いますね。で、今後もまたこういうイベントやってほしいよね。
前半ではね、こう7月に2周年イベントが来るんじゃないかって言ったんだけど、眠りから目覚めるで言うとジラーチがいるじゃんね。七夕。1000年に一度目覚めるというね。ね、なんかジラーチが破滅の願いをしちゃいそうになってるから、なんか1周目で目覚めさせちゃって2周目で破滅の願いを止めなきゃいけないとか。そんな物騒なイベントにはならないかな。まあでもなんかそういうね、睡眠絡みのネロリ博士が活躍するイベントをたくさんやってほしいなと、今回のイベントやってて思いました。いやね、本当いい話。別にリサーチしてるだけなんだけどね。あとはね、本当に初期レベル問題だけなんとかなってほしいよね。不安になるよね。今回ね、私はね、たまたまゲットしたダークライ高レベルだったからいいんだけど、いいっていうか、まあ、悪くなかったんだけど、ダークライのレベル差ってさ、さらにきついじゃん。今までね、普通に来航の時から思ってたんだけど、ダークライになると初期レベルだけでさ、本当に飴100個とか200個とか差が出ちゃうの、さすがにきついよね。逆にね、私は今回ダークライにも初期レベルの差が設定されていたっていうことは、今後厳選できるからだと。ね、1体以上みんなゲットできますよって、厳選できるから初期レベルの差は、納得してくださいねっていうことだと受け取りましたので。そこは運営さん何卒よろしくお願いいたしますね。今回のイベント遊んでないとなんか次のイベント遊べないみたいになっちゃうのもおかしな話だし、きっとそうなんじゃないかなと思います。そんなわけでね、メインアカウントはダークライのレベルがどうなるのか震えて待ちつつ、イベント残りの期間はね、クレセリアをどれだけゲットできるのか、最後まで楽しみ尽くしていきたいなと思います。果たしてでかい上振れは来るのかどうか、期待だけしておきましょう。で、来週から何しようね。ここからはパルの来週どこ行くを考えていきたいと思います。マジで何しよう。いや、悪タイプ探す？もし本当にね、悪タイプの伝説イベントが来るのであれば、個人的にはね、しっかり準備して遊びたいところではあるんだけど、まず来るのかどうかが今のところわからないじゃん。で、前半喋ってと思ったのは、サラダ 1.5 倍キャンペーンで強そうなで、悪タイプイベントで強そうなニューラを探しつつ、ウノハナマスター20に向けて、フィールドボーナス上げも兼ねて、ウノハナに行くっていうね、選択肢が思い浮かびはしたんだけど、もニューラもなんならアブソルもゲットするのが難しくて、厳選すぐに終わるとも思わないからね、なんかね、行くのであればもう一声欲しい気持ちがあるんよね。例えばパモを探してるとか、ベリバードや雪かぶりの飴も飴ブーストに備えて集めたいとか、あとはチルタリスを育ててるとか、そういう何かしらプラス1がね、欲しいなと思って。ねえ、本当に。そもそも悪イベントもサラダ 1.5 倍も今のところ予想でしかないから、それ言ったら新フィールドも予想ではあるんだけど、新フィールドはきっといつか来るじゃんね。だからいくつか理由を重ねた上でちょっとチャレンジングなウノハナに行くか、確実性の高そうな虫毒ドラゴンポケモンを探しつつ手持ちのポケモンたちを育てたりするか、あとはマルノームとか、人によってはムシャーナとかで夢のかけらを集めつつ過ごすとかね、そういうね、安定感のありそうな選択肢にしていくかっていう、ざっくり2択。ちょっとギャンブルチックに行くか、安定感を取るかっていう感じになると思うんだよね。まずね、そもそも私、クレセリアイベントが終わった後は、両アカウントともゴールドにこもって、食材ポケモンたちのレベル60のためにコツコツね、育成をしながら、夢のかけら集めをしようと思ってたんですよね。だからまずそれが第一候補として、ミニ竜とかも本当は育てたかったんだけど、この期間中にね、ゲット、厳選を終えることができなかったので、一旦新フィールドに備えてやれることはやっておきたいなと思って、その上でメインアカウント。まずサラダ。サラダは言うてもコーヒーを集めておけば多分なんとかなると思う。で、メインアカウントはね、メタモンとかバリアードもいるから、育てたいんだけど、いないと困るわけではないというような状況。で、オイルの専門家が欲しいんだけど、AAA 食 M とかってね、どれだけ徳を積んだらゲットできるんでしょう。そんな感じだもんね。ゲットできたらもちろんアメブーストしたいんだけどね。で、ウノハナのマスター20に関しては、フィールドボーナスは多分ね、足りてないんだよね。そこを上げる必要性はありそうかなとはちょっと思ってるね。サラダは一旦そんな感じ。で、悪タイプのポケモンたちは、メインアカウントは、マスカーニャ。あと一応、アブソルもいるけどって感じだね。そんなわけで、探すとしたら今からニューラ、ヨーギラス、
は、まあ、ずっと探したいんだけど、ヨーギラスさ、なんかの間違いで次のフィールド出てきてくんないかなもしね、次のフィールドがドラゴン島であるなら、リザードンとバンギラスはいてもよくないっていうとか言ってたらさ、こう、ハガネールみたいに進化後の子だけ出てきたりとかしてね。まあ、どうなるかわかりませんけれども、一旦悪タイプは弱めであると。で、虫、毒、ドラゴンタイプに関しては、キノミエスのバタフリーがいて、キノミエスの海竜もいると。レベルもほぼほぼ60だよと。いうので十分かなと思いますね。ってなるとやっぱ2択になるかな、ざっくり。サラダ 1.5 倍、かつ、卯の花マスター20を見据えて、フィールドボーナス稼ぎに行きつつ、ワンチャン厳選できる卯の花。か、大安定のゴールドか。かなぁ。まあ、卯の花もね、そんな苦手じゃないしね。ちょっととりあえず1週間行って、そのイベントの告知とか様子を見るっていうのはありかもしれないね。ってことでメインアカウントは卯の花に行ってもいいなぁくらいの気持ちで、アメブースト誰にしようかとか、フィールドボーナス何パーぐらいないと足りないかとかの細かい計算をやっておこうと思います。で、サブアカ。サブアカもまずもともとゴールド行くつもりでしたよと。育成と夢のかけら集めをメインに考えていたと。で、サラダはだいぶなんとかなる。うん。ジバコイル、レントラ、マスカーニャいるので、大体なんとかなる。は欲しいけど以下略だね。そこに関しては。で、悪タイプのポケモンたちはマスカーニャがいて、一応直接ゲットしたバンギラスもいるけど、ほぼほぼマスカーニャのみと。ただ、メインアカウントと状況が違うのが、うちのサブアカのマスカーニャちゃんはスキルレベル4あるので、例えばね、伝説イベント2周目みたいにスキルレベルがプラス3になるのであれば、負けん気サラダを主軸に、この子1体でも割とね、完結できそうだぞ、みたいなところはあると。で、虫毒ドラゴンタイプはいない。マルノームがいる。って感じでね、虫毒ドラゴンが弱いんだよね、サブアカ。それもあって、一旦食材のポケモンたちをしっかり育てといて、で、鍋拡張もスムーズにできるようにして次のフィールド迎えたいっていうのがあるんだよね。で、じゃあ、アメブーストしたいポケモンで言うと、今回最強レシピに入らなかった食材は、ハーブ、卵、コーン、あと一応尻尾、あとはスパークスパイスコーラも最強から落ちたっていうことで考えるのであれば、ネギ、生姜、リンゴ。もしかしてこの辺のポケモンたちを育てておいた方がいいとかあるかなちょっともうそこまで考えるとわかんなくなっちゃうね。でも本当に意外と今やれること多いタイミングというか、自分の手持ちに合わせて何やってもいいタイミングではありそうな気がするね。だからサブアカはとりあえずかけらを集めながら今いるポケモンたちの育成を霧のいいとこまで終えられるようにしときたいかなと思いますね。本当にまだね、悪タイプイベントが来ると決まったわけでもないので、一旦今目の前にあるタスクをやりつつ様子見をするというような感じでいこうかな。なのでサブアカはゴールドにしようかなと思います。そんな感じでね、こうパキッと決められたかというとそうでもないっていう割と何をやっててもいいタイミングなのかなと思いますので、ぜひね、皆さんは何をするのか教えていただけますと幸いです。ちょっとね、参考にさせてもらいたいなと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みとなります。実はね、先日誕生日だったのでおめでとう代わりのグッと押していただけますと幸いです。次の1年も頑張りたいと思います。それではクレセリア対ダークライの後、一体何が待ち受けているのか楽しみにしながら過ごしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。